今日なんですけれども、先日までの、3日間ほどちょっと手裏剣の遠征に行っていました。それでいろんな方とお会いして、いろんな先生方だったり手裏剣を熱心に稽古されている方、そんな方とお会いしていろんな話をしてきました。その中で自分の中でかなり自分と違うところであったりとか、それからこうした方がいいなと思うようなところが非常にたくさんありました。そういったものを踏まえて、ちょっと自分の打剣というものを見直していこうかなと、そういった時間にして遊んでみようかなと思っています。今回なんですけれども、いろんな方の打剣を直接見る機会があって、私自身非常に勉強になりました。普段あまり人の打剣をじっくり見る機会っていうのがなかったので、やはり手裏剣というのは打ち方人それぞれだと思っているんですけれども、自分と比較をしてやっぱり非常にたくさんの改善点だったり反省点、そういったものを見つけることができました。でそれをもとにここから練習を取り組もうと思うんですけれども、今、一番の課題といいますか、考えていることに、私自身の手裏剣の打ち方の癖、これがですね、おそらく私は少し力をためる意識が強いんじゃないかなと、それは以前から感じていて、なるべく自然に手裏剣を打てるように改善しようと取り組んでいたんですけれども、それでもまだ少し力をためる動きがちょっと多いなと感じてます。どういうことかというと、力をためてこういった打ち方をしている。決して悪くはない、全てが悪いとは言いませんけれども、これを少し改善していきたい。で手裏剣を抑える動き、それもやはり人よりちょっと強いなと感じています。手裏剣を強く抑えて打ち出している。でこの強く打ち出すと、抑えて打ち出すとなぜダメかと言いますと、手裏剣自身の軌道、直弾の軌道って4分の1倒れる。これはもう何回もお話をしてます。これをですね、私はかなり強く抑えて手裏剣を打ち出そうとしている。そうすると強く抑えた打剣というのは結構立ったまま飛びやすいんですね。でバックエンド側を強く抑えているから立って飛びます。で抑える力が弱くなる的に当たる直前ぐらいに回転が急激にかかる。こういう軌道になりやすい。そうすると手裏剣が刺さるゾーンっていうのが非常にシビアになってしまいます。ですので私自身も少し前からこの手裏剣が自然に倒れて刺さるように、点で狙うのではなくて、なるべくこの線のどこでも刺さるよと、このエリアを広くしていく打剣をしたいなと思ってます。だから自然に手から離れて倒れる時間がゆっくりになる打剣を目指すか、もしくはこの直線距離をなるべく長く取るような打剣になるか、それぞれねいろんな考え方やアプローチがあると思うんですけれども、自然にまずは手から離すところから始めようかなと。強く手裏剣を抑えるのをちょっとやめてみたいなと感じています。でこの強く手裏剣を抑える動きなんですけれども、ちょっと極端な表現をします。極端な表現をすると、手裏剣というのは刀、剣、こういったものと同じだと思ってください。で刀を振る際なんですけれども、極端なお話です。これは私の場合の手裏剣の打剣を刀にすると、
振り上げて力をためて切ろうとしている、こういう動きになっている。でも剣術とか刀の場合、切り返した瞬間にはもう最高速になっていってほしい。このぐーっとためてではなくて、ここでもうちょっとね、ここ天井が低いので変な動きになってますけれども、切り返した瞬間にはもう最高速で振り下ろしたい。これをなるべく手裏剣でできるようにしていきたいなと思ってます。つまりこういった動きではなくて、こっちの方がね、おそらくいいんじゃないかなと。これを手裏剣で行うためには、この辺りで手を離すのではなくて、もっと早い段階、この切り返しの時にはもう手から離れていくようなイメージの方がいいかもしれません。結果的に手裏剣が飛ぶスピード、計測とでも言いましょうか、これも少しゆっくりになると思います。ただしゆっくり剣を飛ばすのが目的ではないので、手のスピードで手裏剣をゆっくり飛ばすのではなく、手のスピードや振りは変えない、少し遅れて剣が飛んでくるようなイメージでしょうかね。今のは悪くなかったと思います。こういったイメージの方が手裏剣自身も素直に飛んでくれる気がします。なるべくまっすぐ刺さってるのがわかるかと思います。あんまり強く押さえるとね、やっぱり強く回転してしまうので、入射角とか刺さり方が一定でなかったりしますので、なるべくこれを押さえて自然に倒れていくように。そうするとね、この手首も使わないので、狙いも少し良くなってくるんじゃないかなと思ってます。決して手でブレーキをかけて遅くしているのではなくて、あくまでしっかりと振る。多分そのためにはかなりこれ体の力使いますね。体の力を使う。お腹、丹田っていうのかな、お腹の力をすごく使います。おそらくこのスピードを遅くするのが目的ではないので、あくまで手の振りはしっかりと行う。その上で自然に手から離れていってくれる。要は溜めて力を発揮する打ち方ではなくて、少し自然に手裏剣を打てるような、そんな打ち方に改善していきたいなと思ってます。おそらくね、それができると、下からとかは特に分かりやすいんですけれども、下から打つのにスピードをつければ簡単なんです。あくまで回転させない直打法の軌道で、これをゆっくりといっても、体や腕のスピードを緩めてゆっくりにするのではなくて、あくまでしっかりと体を使う。だからそのためにかなりお腹ですよね、お腹の力を使うと思うんですけれども、こういった軌道、柔らかく、本当にお腹ですね、これ。もう少ししっかりと。手の振りはなるべく同じく。ちょっと今ステ
下行きましたけど決して悪くないですね、今の軌道だと。なるべく手の振りは変えずに柔らかく打ち出せるように、軌道が自分で見えるぐらいのスピードがいいんですよね。というわけで今日は自分自身の打鍵を見直して遊んでみました。途中で何度かこの手裏剣が手から離れていくタイミングをもっと遅くしたいとか、そんな話をしました。で実際に、ある流派ではこの手裏剣が手から離れる手離れですけれども、これを惜しむなと教えているところもあります。その一方で、例えば手裏剣を手に保持している時間を長くすることで強い打鍵を放つと考えている方もたくさんいますし、私自身もそう思って練習をしていた時期もあります。ですので手裏剣が手から離れるタイミングが早いからいいとか遅いから強いとか、そういった話では全くありません。ただし自分自身がやりたいことをやった結果として、私が今やりたいことをやったらおそらくもっと早く手から離れていくだろうなと、そういう目的があって離れていくタイミングに関してはその結果だと考えてます。ですのであくまでこのタイミングというのは人によってもだから違ってきてしまうということ、私自身の今の課題をこなすためにもうちょっと早い位置で手から離れていった方が自分がやりたいことができるだろうなと、そう思ってこんなことを注目しながら遊んでみました。あと一番大事なのはやっぱりそのタイミングが早かろうが遅かろうが、それを腕や手でやってはいけない。何度も言うように早い遅いはあくまで結果です。それをやるために体をどう動かすかですね。それが一番の目的だと思ってます。やっぱりね、結構お腹の力が必要だなと思いました。手だけじゃできませんね、こんなのは。そんな形で今日は手から離れるタイミングにちょっと注目しながら遊んでみました。もしこんな形で気になるようなことがあれば気軽にコメント欄に書き込んでいただければ対応させていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。